こんにちは、あきこです。今日は、いろいろご質問いただいたりとかね、してるので、それについてお答えしたりとかしていきたいと思います。で、こう波動を整えるときにさ、こういろいろ自分なりにやるじゃない。波動、リラックスしたり安心ほっとする、ぼーっとしたりとかね。それやろうとするときにいろんな感情が出てきたりすると思うんですね。こうイライラしたりとか、過去の嫌なことを思い出したりとかね、自分のことをジャッジするような気持ちとか出てきたりとか、あと誰か人に対して嫌な気持ちとかさ、だから波動と整えてても日々いろんな気持ちになると思うんですね。でその時にどうすればいいかっていう話なんですけど、出てきたものをね否定しないっていうのが交通なんじゃないかなと思うんですね。今こうやっていろいろこうやって思ってるじゃない、日々こう過ごしてて、やっぱりこうあの時にああしたなとかこうしたな、あと私はこういうことできてないなとかさ、いろいろ思ったりするんですよね。あとは人に何か言われた時になんか嫌な気持ちになったりとかね、あると思うんですけど、それに対して一歩下がるんですね。やっぱり今までみたいに思いっきり入っちゃうと、要は幻想ですからね。人に何か言われたことに対してそこに入るっていうのはやっぱりその幻想に入り込んでるってことだから、一歩下がるっていうのがまず大事です。一歩下がった状態ででも感情が出てくると思うんですよ。いろんな気持ちが。でもとかさ、落ち込む自分とかイライラする自分が出てくるじゃない。その時にその気持ちを丸ごと受け止めてあげるんですね。ああもうすっごい嫌だ、ムカつくとかさ、誰かに何か言われた時に超ムカつく、でもその人に言わないんですよ。言わないっていうか、言ったってやっぱりごちゃごちゃするだけだから、一歩下がった状態で自分で何か吐き出すんで、ムカついたとかさ、今すごい嫌だったとか、その気持ちを今の自分が自分で認めてあげるってことなんですね。誰かに何かしてもらおうとする、結局さ幻想だから、目の前に見えてる人に言ったってしょうがないんですよね。自分の過去の波動だし、映画に向かってさ文句言ってるようなもんだから、映画に向かって言うとまたその映画の人がなんか炎上したりとかするから、それだったら一歩下がった状態で自分で何か独り言みたいな感じでなんかファックみたいなこと言ってもいいと思うんですね。要は自分で自分の気持ちを認めてあげる。だからすごい落ち込む時もあると思うんですよ。波動整えてる時にもうね、落ち込んだらもう思いっきり落ち込んであげてください。もうね、どん底まで行っちゃってくださいって感じですね。どん底までの気持ちもこれがだって幻想だって分かってる状態でだよっていうか、もうこういう動画見てるわけだから、そうなのかなってどっか頭に入れていただいて、それで思いっきり落ち込むってことですね。落ち込むとやっぱふっと上がる時が来ますから、何日かね、2、3日でも落ち込んで1週間ぐらいでもいいよ。落ち込んで思いっきり落ち込んだらふっと上がる時が来るから、上がる時が来たら上がればいいって感じですね。それをね結局認めてあげないと不完全燃焼になるんですよ。ガーンって落としてあげて、それでこう落ち込んだ時にガーンって落としてふっと上がった時にまたホッとすればいいんだけど、これさ、落ち込みたいと思ってる時に上がらなくちゃ、上げなさい上げなさいみたいな感じでやるとさ、自分の結局気持ちとこういう思考みたいなののこう分離が起きちゃうから、気持ちが第一優先です。もうジャッジしないで、これが波動的に低いからね、イライラしちゃいけないとか怒っちゃいけないとか落ち込んじゃいけないってやりがちなんだけど、違うんですよ。ジャッジしない。だってもともと私たちは波動高いですから、波動が低くなっちゃうからこうなっちゃいけないとかさ、そんなことをもうジャッジする必要一切ありませんので、そのままの自分を本当に丸ごと認めてあげてください。もう誰かのことを恨みたかったら恨んでいいですって感じですね。いいんですよ。自分が一番大事ですから、自分が自分のことを認めてあげるっていうことだけすればいいってことだから、それをねやってないんですよね。やってなかったりとか、私もやってなかったし知らないしね、そんなこと。自分で自分の気持ちを認めてあげればいいんですよ。そうすると上がりますから。普通にこう落ち込んでたものがふっと上がったり、イライラしてたのが、イライラ私はしててわーってさ、ムカついたーみたいになると、なんか落ち着くんですね。あれ何怒ってたんだっけみたいな感じになったりするから、
そうちゃんと着地させてあげてください。いいも悪いもジャッジしない、全部いいわけなんですから、全部肯定ですよ。宇宙が全部肯定ですから、そんなものもいいの。いいんですけど、これに対してジャッジ入れたり不完全燃焼でいるから、あと誰もだから認めてあげるのは自分ですからね。誰かに認めて、映画の中で誰かに認めてもらおうってさしたってしょうがないってことなんですよね。そう自分で認めないと意味がないというか、はい、そういう感じになりますので、自分自身でしっかり認めてあげてください。ジャッジしない。誰かのことを恨んだら思いっきり恨んでいいです。もうそういうね、なんて言うんだろう、そうするとね、本当に自分がね、ホッとするんですよね。ホッとするの。結局さ、インナーチャイルドがあったり、インナーチャイルドっていうのは、小さい頃の満たされなかった気持ちであったりとかね、あとはその過去世から来るものだったりするんですけど、何がどうなってるかなんて分かんないですから、とにかく今出てきた感情を今の自分が認めてあげる。これが何なのかどうなのかっていうことをさ、深読みせずにしてもいいよ。してもいいけど、まだまだね、いろんなのがあったりするからよくわかんないしね。そう。だから今の自分が認めてあげれば、ふっと上がります。そうすると波動が整うようになると思うので、そう。あとは愚痴をさ、言うこととかだって、愚痴言いたければ言えばいいんですよ。思いっきり。ぐち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 さ、言いたかったら言えばいいし、そういうこともジャッジしないって感じですね。自分が結局自分がどうなりたいかどうしたいかっていうことに対してもブレーキをかけないというかね、そういう感じになると思いますので、そうするとやっぱ上がるというか、もともと私たち波動が高いですから戻るっていう感じですね。波動としてても戻る。で、ちょっとねこれがコツかなと思うんですけど、だいたい私たちは波動落ちてる時とかね、イライラしてる時とか、そうだな、何かこう落ち込む時っていうのは、自分が完全な状態じゃなくて何かのエネルギーをやっぱ拾ってくるんですよね。自分がちょっとこう落ち込んでる時、波動が落ちてる時に何かのそこら辺に落ちてるエネルギーとつながっちゃうんですよ。つながった状態がなんか結構こう激しいのが来たりするね。誰かの感情とかさ、そこら辺に落ちてる感情とかとつながるってことだから、ここをね一回切ってあげると結構すっきりするので、その切り方をお伝えします。やることなんて本当に私はシンプルなんです。だいたいやることはね2個ぐらい切ってグランディングって感じですね。そうで、切る時は、私アルクトゥルスが好きでアルクトゥルス使うんだけど、天使の方が多分皆さん扱いやすいと思うから天使のやり方で、好きなどんな天使でもいいんですけど、じゃあミカエルだとすると、大天使ミカエル来てくださいって言っていただいて、浄化とエーテルコードのカットをお願いします。このエーテルコードっていうのが、要はその他のエネルギーと自分がつながっちゃってる状態なんですね。それで、いろんな誰かの感情であったり、低い波動の何かとつながって、自分じゃない気持ちがね、なんかもっとこう火をつけるような気持ちになったりするんですよね。誰かが悪いとかじゃなくて、こういう仕組みだと思うから、ここを切れば自分が完全な状態でいられますので、何にもつながった状態じゃないかね。そうだから切った方がいいから、浄化とエーテルコードカットお願いしますってもうお願いしたらやってくれます。それを感じてもいいですけど、感じなくてもやってくれますから。そうあとはちょっと自分がね浮きがちになってくると不安だったりとかね、落ち込んだりってことがやっぱりもともとみんな波動が高いですから、だんだんねやっぱり意識と体とこう意識の分離とかが起きてくると、なんか地球での物事がねうまくいかなかったりするってことがありますので、グランディングをする。ご自身のやり方でねやっていただければいいと思うんですけど、私のやり方としては宇宙からね光のラインが降りてきて、頭頂部を通って自分の体を突き抜けて地球の中心のマントルにぐさって刺す。でそこからまた自分の、マントルから自分の体を突き抜けて頭頂部を通って宇宙に戻る。そのイメージをやっていただければ、これでグランディングできるから、
大体ねこれで終わっちゃうかな。そうするとね結構もうね大体のことはすっきりすると思うんですよ。であとはなんかあんまり深く考えないで寝るとかね、そういう感じにすると波動が戻りやすいんじゃないかなと思います。そうだからまあそのまんまの自分の気持ちを認め最初にだから、今のミカエルを最初にやった方がいいね。ミカエルの浄化とエーテルコードカットブランディングやった後にもまだ気持ちがちょっと続くようだったらそこの気持ちを思いっきり認めてあげる。その気持ちを認めてあげる。あとはそのなんていうのかな、思いっきり出してあげるってことですね。出してあげてまだまだなんかぐちぐちやってたら、そのままぐちぐちやってもいいし、あんまりねぐちぐちやってたり怒りとかも結局その見えてるところの誰かに何か当たったりとかしてもあんまり意味ないですから、一歩下がった状態で例えば怒るとしたらさ、その入り込んで怒るのと一歩下がって怒るのってさ、ちょっとやっぱ怒り方が変わってくると思うんですね。一回言えば満足みたいな感じになると思うんだけど、入り込んでたらもうさ 10ぐらい言うと思うんですよ。ベラ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 みたいな感じで、そうするともう余計混乱というかなんか複雑になっちゃうから、一歩下がった状態で一言言うとかさ、な感じでやると満足するから、こんな感じでやっていただければ、波動が整いやすいんじゃないかなと思いますね。最初のうちはねやっぱ波動を整えることっていうのも、やっぱ慣れてないからこういうことが出てきます。いっぱい出てくるんだけど、出てきたものに対してジャッジしない、一つ一つ認めてあげる。あとは原因となりそうなとこは違うエネルギーとつながってる可能性があるから切る。こうやってやっていくとだいたい戻りますね。ぐっと戻ります。そんなに長引かずにまた元の波動に戻れるんじゃないかと思いますので、やっていただくといいんじゃないかなと思います。よくねこの辺りのことは聞かれるんですね。あとなんだっけな、波動の上げ方っていうのもあったんですけど、波動の上げ方もともと高いわけだから、ここをだからやっぱりこのミカエルとか使ってだいたいその波動を落としてるんですね。自分っていうのは、自分自身っていうのは地球にいるから波動を落とした状態で存在していたんですよね、今まで。この波動を落としてるものっていうのがだいたい満たされなかった感情とか、過去世から来る感情だよね。だから、自分の気持ち怖いとかさ、満たされない気持ちとか、そういうものが波動を落とすからガーンと落としてたりとか、あとはだから誰かとつながったものとかさ、そんな感じになりますので浄化をすればいい。ちゃんちゅうコーラ来たね。サムズアップって言うんですけどね。そんな感じですから、それをだから、ミカエル呼んでやるとかやっていただければ大体上がります。ふっと上がりますね。それ以外はねやらないですね。なんかさ、いろんなやり方あるじゃん。波動上げる方法とか言ってさ、いろんなのあると思うけど、私はもうねやることはだいたい浄化とエーテルコードカット、ミカエルにお願いするかアルクトゥルスにお願いしてやって、あとはブランディングだけですね。あとあんまりやらないな。なんかさ、いろんなことやんなくちゃって思ってると忙しいじゃないですかね。そっちの方に意識でできてない自分を責めたりすると思うから、もう本当にいかにシンプルに自分で、日々自分と合ったその手法をたくさんやるんですよね。自分がやりたい時に、そういう感じでシンプルにやってます。そんな感じになりますので、皆さんもね何か参考にしていただければいいんじゃないかなと思って撮りました。もともと皆さん波動やっぱ高いですから自信持ってください。もうね好きだから、波動を落とすとかさ、上がるとか、なんかいい波動とかさなんか好きだよね。いい波動だからみんないい波動ですよ。もともと宇宙そのものですからね。自分が作ってるからね、こういう世界っていうのも。あなたは私で私はあなたっていう感じだから、本当に自分に自信持って、もともと波動が高いのをただ落としてるだけですからね。もうね上がっちゃいます。勝手に上がっちゃう。てかもうみんな高いと思うから、
低いんじゃないかな低いんじゃないかなってさ勝手に思い込んでるだけですからね。はい、そういう感じになりますので、いろいろやってみてください。ではでは。